今日はですね、時計の話を、します。で、私すごい時計好きなんですけれども、時計好きっていろんな種類というかいろんな種類の時計好きの方っていらっしゃると思うんですけれども、私は結構、特殊というか、あのうん、結構癖がある時計が好きかなと思っています。で、私がどういう時計が好きかっていうのをお話しするにあたっては、この時計のご説明からしないとなかなかできないかなと思ってます。はい、ちょっと箱ですね、目の前にある箱を開けてみたんですけれども、これなんていう時計かというと、パテックフィリップの、レフ96という、時計です。で F96 ってどういう時計かというと、いわゆるカラトラバって呼ばれるタイプで、三振の、見ていただいている通りデザインはすごくシンプルなものです。この時計何がいいかっていうところを話し始めるとちょっと止まんなくなっちゃうので、できるだけちょっと手短に、話をしようと思うんですが、まず、一番分かりやすいところで言うと、この時計が、制作というか作られた背景コンセプトをお伝えするのが一番この時計の良さが伝わるんじゃないかなと思っています。F96 っていうのはもともとパテックで1930年代に、確か歴史が始まっているか作られています。そこから70年代まで作られていますので、確かですね、ごめんなさい、本当うろ覚えなんですけれども、大体40年ぐらい、製造されているパテックのロングセラー商品です。で30年頃に1930年頃に作られた元々のコンセプトっていうのは、これ買った時計屋さんの社長さんに確かお聞きしたんだと思うんですけれども、3世代に、引き継がれる受け継がれるっていうことをですね、前提に作られているそうです。なので、大体1世代が30年という考え方らしいんですけれども、そうすると3世代なので、90年ですね。受け継がれることになります。ですので、90年間一つのデザインが流行り続けることっていうのはまずないんですね。で、そうしたデザインとか、流行ですね、流行り廃れに、流されないようなデザインということで、まずこのカラトラバっていうシンプルな三振の、時計として作られています。で、あとポイントが2つあって、で2点目が、素材です。それで、まずこのケース自体はこれ18金で、できています。当時のですね、富裕層向けに作られている時計なので、素材に関してはすごく贅沢に、作られています。で、この時計すごいのは、文字盤にですね、ちっちゃくて表記が見えないと思うんですけれども、パテックフィリップコジュネーブって書かれているんですけれども、ここに盛り上がりがあるんですよ。普通の時計ってプリントで、プリントというか印字でプリントされているので、そういう盛り上がりなんていうのはまずないんですけども、なんて言うんですかね、なんか焼いてあるって言えばいいんですかね、盛り上がりがあるように作られてるんですよ。そんな手の込んだ作りをするのはこの年代のパテックだけじゃないかなと思うんですよね。ちょっと私がその他の時計知らないだけなのかもしれないんですけれども、なので、そうですね、文字盤もなんかすごいちょっと材質忘れちゃいましたけど、今現代の、時計の文字盤には使われないような素材が使われているっていうようなことなので、素材に関してもその作りに関してもすごく手が込んでる、時計なんですね。で、ちょっと今回は
蓋を外して中の機械をお見せするってことはできないんですけれども、機械もものすごい綺麗な、ムーブメントが入っています。ちっちゃなものの中にこんなに精密な機械が、美しい機械が入ってるんだなっていうぐらい、やっぱり凝ってる時計ですね。で、2点目はですね、1点目がデザインで、2点目が、素材と作り込みっていうことで、3点目が、大きさです。この時計は結論から言うとすごくちっちゃいです。ちょっと画面からだとですね、わからないかもしれないんですけれども、ネジを回すリューズの部分をですね、含めないケースの直径っていうのが、これが 30.5 ミリの時計なんですね。で、30.5 ミリって言われてもピンとこない方が多いかと思うんですけれども、例えばロレックスなんかで言えば、デイトナが一番有名だと思うんで、デイトナはオーソドックスなものは、だいたい40ミリぐらいです、あれが。で、サブマリーナも40ミリです。リューズ含めないところで言うと40ミリに、だいたい昔から40ミリで作られてますね。シールウェラーっていうちょっとサブマリーナと同じようなデザインしてるものとか GMT マスターになっちゃうともう少し確か大きくなると思うんですけれども、デイトナとエクスプローラーは40ミリです。で、エクスプローラー1だけがですね、もともと小さめに作られていたモデルなので、あれは30ずっと6ミリで作られてきていたんですけれども、数年前にモデルチェンジしてから39ミリになったんですね。なのでほぼ40ミリで、ロレックスの、スポーツウォッチは、統一されてるんじゃと思っていただいていいのかなと思います。あとはそうですね、ロレックス以外だと最近の時計はみんな大きく作られてますので、分かりやすいところで言うと、パネライのルミノールですね。あれは確か45ミリぐらいなので、この時計よりも1.5センチ直径が大きくなるようなイメージですかね。相当大きいです。あとは、ウブロですね。ウブロのビッグファンなんかもかなりいかついというか大きい時計ですね。何が好きかっていうところは、その人によってね、好きなもの買えばいいと思うんであれなんですけど、私は大きい時計が苦手です。というのもこの時計のせいでそうなりました。アンティークウォッチって比較的ちっちゃいもの、サイズがですね、直径がちっちゃいものが多いんですけれども、その中でもこの、訓録はですね、かなり、小さいタイプのものになります。はい。で、そうですね、この時計を、もともと私パテックにも96にも全く興味がなくて、存在だけはしていたんですけれども、もともとアンティークのロレックスのスポーツウォッチが好きで、一番最初に買った時計もですね、1016っていうエクスプローラー1の初期型っていうか、古いタイプのものだったんですけれども、そこからエクスプローラーが好きになって、サブマリーナが好きになって、デイトナが好きになってっていうところで、もともとロレックスが好きなところから始まってるんですけれども、初めてこの時計を店頭で、現物を見てですね、試着させてもらって、鏡を見て、なんて綺麗な時計なんだろうと思って、もう一目惚れしちゃったんですよ。それでもう 30.5 ミリのこのちっちゃい時計なのに手の上に乗せたらすごい存在感があるなと思って、でもそれ以来、私ですね、時計は全てちっちゃいものしか買わなくなったんですよ。スポーツウォッチなんかでも、ちょっと大きいものもあったりするスポーツウォッチだったらちょっと大きくてもいいかなっていう部分はあるんですけれども、いやでも基本的にはやっぱり小さいものを買っちゃいますね。
でもそれは私のもう時計に対するポリシーですね。はい。それはもうこの時計が大好きすぎて、でこの時計が好きな理由はこんなに小ぶりなのに存在感だけ異常に大きいっていう。でアンティークパテックはですね、結構よく好きな方の間で、言われてる話があるんですけれども、夜バーに行ってですねこれをつけていると、見る方が見るとすぐにあの人パテックつけてるなって分かるって言われてるんですよ。でおそらくなんですけれども、本当にそうなのかって話はあるんですけど、逸話みたいな感じなので、ただもし本当だとすると、おそらくちょっとカメラ越しだと伝わらないかもしれないんですけれども、パテックの18金のケースの光り方ってなんかちょっと独特でふわっと柔らかい感じの光り方をするんですよ。なので、それがおそらく少しバーの照明なんかで、映えるんじゃないかなっていう気がしてますね。もともとこの時計自体がTP 法的にはやっぱりドレスウォッチだったり、フォーマルな場面で使うことを想定されて、作られているものなので、なのでこれ非防水なんで水にはものすごい弱いんですよ。なので夏場汗かく時とかもつけないでくれって言われてるんですよね。であとパテックは現行品でも非防水の時計とか出してたりするんですよ。でなんで高級時計なのに防水機能もつけないんだっていうことをパテックに言った方がいるらしいんですよ。そのパテックのその回答がすごく秀逸で、私どもの時計をつける方に汗をかく人なんていませんっていう回答をしたみたいなんですね。すごいちょっと極端な回答だなと思いましたけど、それぐらいその TP を場面的にはですね、フォーマルな場面に特化しているような、方がつけるようなものなんですけれども、ただ、この96に関してはそんなに安くはないですけど、皆さんが思うほど高いような、時計ではないですね。はい。ちなみにこの時計は1950年ですね、アーカイプっていうのがあってパテックが証明書を出してるんですけれども、1950年に作られたものだそうです。もう多分私一生涯この時計以上に好きになる時計ないと思ってます。それぐらいこの時計大好きなんですよ。はい。他にも欲しい時計、スポーツウォッチが今欲しいかなと思ってるぐらいですね。なのでもともとロレックスのスポーツウォッチ好きから始まってますので、ロレックスの価格が正常に戻るというか、私なりに納得できる値段まで落ち着いてくれば、買ってもいいかなというふうには思ってますが、それでもこの時計以上に愛情を注げる時計は今後出てこないだろうなと思ってますね。はい。それぐらい私は訓録が好きですね。で、訓録よりもさらにワンランク上の2526っていう、通称トロピカルっていうタイプがあって、それはもうこれよりも値段がだいぶ跳ね上がるんですけれども、一時期ちょっとそっちすごく欲していつか買いたいなっていう目標があったんですけれども、ただ私はなんかそのなんていうんですかね、この小ぶりな佇まいが好きなので、96に関しては。なので、今はトロピカル欲しいっていうよりはずっとこの96を持っていたいなっていう感じですね。あと96にもですね、ブレゲインデックスって言って文字盤がアラビア文字になっていて、針がスペード針というかブレゲ針になっているものっていうのがあって、それはまた値段が跳ね上がっちゃうんですけれども、同じ96なんですけれども、それはなんかいつか手に入るのであれば、ちょっとそれは可愛らしい時計なので欲しいかなと思うんですけれども、ただ私はこの時計で十分です。十分というか私にもったいないぐらいの時計だと思っています。はい。今回私が好きな時計についても
お話しさせていただいたんですけども、基本的にはもうこの小さい30ミリぐらいの小さい時計が好きになって、基本私は時計は小さいものが好きですというようなお話でした。今日本の男性の方って大きい時計つけるのが主流だと思うんですけれども、こういう時代だからこそですね、男性がちょっと小さいサイズの時計なんかつけると逆にスマートでかっこいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。本当に私が個人的に思うだけの話なんですけど、すいません、ちょっともう長くなってしまったので、この辺にしておきたいと思います。またちょっと別の時計なんかもご紹介させていただこうと思いますが、私の、好きな時計の中心は常にこの訓録であるということを、今日はお伝えしたいと思いました。興味ある方は、訓録ぜひどちらかでご覧になってください。時計の世界観変わると思います。変わらなかったらごめんなさい。変わらないかもしれないですね。はい。では、それでは、今日もありがとうございます。すいません。それでは、こちらで失礼いたします。